株式市場は順調に右肩上がりに見える時でも突然の暴落がやってきます。あなたはもし明日株価が 30% 急落したらどうしますか？すぐに売る派ですか？それとも買います派？あるいは何もできずに固まる派でしょうか？実は過去のデータによると投資家の9割以上が暴落時に誤った行動をとり、結果的に大きな損を抱えることが分かっています。例えば2008年のリーマンショックでは S&P500 が約1年で 50% 下落しました。この時多くの投資家は恐怖心から株を手放し、二度と戻ってこないタイミングで市場から退場しました。一方、冷静に投資を続けた一部の人々は5年後に資産を2倍以上に増やしていたのです。コロナショックの時も同じでした。2020年3月には世界的な株価暴落が起き、日経平均はたった1ヶ月で3割下落。その瞬間にもう株は終わりだと投げ売りした人が多かった一方で、積立 NISA やインデックス投資を続けた人は、わずか1年後には 70% を超える回復を経験しました。この違いを生むのは知識よりも心理と行動です。つまり、暴落という非常事態にどう反応するかで、あなたの将来資産はまるで別物になるのです。では気になるのは、残りの1割の投資家はどんな行動をとっていたのか？彼らがなぜ暴落をチャンスに変えられたのか？次に、投資初心者から中級者までが必ず知っておくべき暴落時の心理パターンを解説します。多くの投資家が暴落という場面で直面するのは、数字ではなく感情です。株価チャートが真っ赤に染まり、ニュースが未曾有の危機暴落はまだ続くと連呼する。スマホを開けば資産額が昨日より数十万円、場合によっては数百万円減っている。この時冷静でいられる人はほとんどいません。行動経済学の研究によると、人間は損失を利益の約2倍強く感じるという性質を持っています。これを損失回避バイアスと呼びます。例えば10万円儲かった喜びと10万円損した悲しみを比べると、後者の方が圧倒的に大きく心に残るのです。だからこそ多くの人は株価が下がるとこれ以上失いたくないと考え、売却してしまいます。しかし現実にはこうした本能的な判断が資産形成を大きく妨げてしまいます。リーマンショックやコロナショックのデータを振り返ると、暴落時に株を売った人の多くは数年後になぜあの時に売ってしまったのかと後悔しています。一方で何もせず積み立てを続けた人は長期的に見ればしっかりとプラスの成果を手にしています。ここで改めて考えてみてください。あなたは過去の暴落でどんな行動をとりましたか？あるいはこれからもし同じ状況に直面したらどの選択をするでしょうか？コメントで教えてください。すぐに売った。何もせず放置した。買いました。投資初心者にとっても中級者にとってもこの問いは避けて通れません。なぜなら暴落時にどう行動するかこそが投資成果を左右する分かれ道になるからです。次に過去のデータをもとに正しい行動とは何かを少し解説していきます。ここからは過去の具体的なデータを使って暴落時に何をすべきかを考えていきましょう。まず代表的な事例として2008年のリーマンショックを振り返ります。S&P500 指数は2007年末から2009年初頭にかけて約 50% 下落しました。もしこの時恐怖に駆られて株を売った人はその後の急回復に乗れず大きな損失を確定させてしまいました。しかし市場に残り続けた投資家はどうだったでしょうか。2013年までのわずか5年間で S&P500 は約2倍に回復しています。次に2020年のコロナショック。日経平均株価は2月から3月の1ヶ月間で約 30% 下落しました。多くの投資家がもう二度と株価は戻らないと感じた瞬間です。ところが、そこから1年後には日経平均は約 70% も回復しました。つまり、暴落時に売却した人は損を固め、積立投資や買い増しを続けた人は大きな利益を得たのです。このように歴史を振り返ると、ある答えが浮かび上がります。暴落時に慌てて売るのではなく、むしろ何もしないあるいは淡々と買い増すことが長期的な成功につながる。これはインデックス投資や積立 NISA といった長期投資の王道戦略とも一致します。ここで問いかけます。もし10年前から暴落のたびに株を売って現金化していたら、あなたの資産はどうなっていたでしょう？答えはシンプルで、ほとんど増えていなかったのです。なぜなら市場は必ず上下を繰り返すものの、長期的には右肩上がりだからです。その流れに乗らなければ、インフレに資産が負けてしまうリスクすらあります。米国の調査会社ダルバー社のデータによると、過去30年間の S&P500 の平均リターンは年率約 10% でした。
しかし平均的な個人投資家のリターンはわずか3から 4%。その差を生んだ最大の要因が暴落時に感情で売買してしまったことなのです。つまり暴落時にどう動くかがあなたの投資成果の9割を決める。そして残りの1割の投資家が取っていた行動はすでに見えてきました。売らない、むしろ積み立てを続けるという選択です。では実際に売った人と続けた人でどんな明暗が分かれたのか。次に実際の失敗例と成功例を徹底的に対比させて解説していきます。では実際に暴落時の行動で明暗が分かれた投資家のケースを見てみましょう。ここでは典型的な失敗例と成功例を比較します。まずは失敗例です。2008年のリーマンショックで株価が 50% 下落した時、多くの投資家はこれ以上は耐えられないと株を手放しました。実際にアメリカの個人投資家の大量売却データが残っており、その後の回復局面を逃した人が数百万人規模で存在します。もし100万円を投資していて50万円まで下がった時に売却した場合、資産はそこで固定されます。しかし市場はその後急速に回復し、5年で200万円近くまで戻りました。つまり恐怖に負けて売った人は100万円を50万円に減らしたまま終わり、二度とその差を埋めることはできなかったのです。次に成功例を見ましょう。同じ状況で積み立てを継続した人、あるいは暴落をチャンスと捉えて買い増した人は真逆の未来を手にしました。S&P500 や日経平均は長期的には必ず回復し、むしろ安値で買えた分だけ将来のリターンが大きくなります。例えばコロナショックの直後に積み立て NISA を止めず継続した人は1年後に大きな含み益を得ています。実際楽天証券のデータでは2020年3月に積み立て設定を解除した人の比率は全体の1割程度。逆にそのまま継続した9割の投資家は平均してプラスの成果を得たのです。ここから導ける学びは非常にシンプルです。短期の恐怖に勝てないと長期の利益を捨てることになる。投資とは上がる時に儲けるものではなく、下がる時にどう耐えるかで差がつくものです。さらに重要なのは、成功した投資家も決して感情に動かされなかったわけではないという点です。彼らも恐怖を感じながらも、長期では株式市場は必ず回復してきたという事実とデータを信じて、ルールを守り続けました。つまり勝者は感情をコントロールした人なのです。では、もし自分がその恐怖に耐えられなかった場合はどうしたらいいのか。次に、不安を和らげるための具体的な代替策や補足戦略を紹介していきます。ここまでで暴落時に売らず、積み立てを続けることが長期投資において有効であると分かりました。しかし、頭では理解していても実際に資産が 30% も減る場面で冷静にいられる自信がないという人も多いはずです。そこで今回は、初心者から中級者でも実践できる補足策や代替案を紹介します。キャッシュ比率を上げる。まず一つ目は、ポートフォリオの中に現金を多めに持つことです。例えば100万円をすべて株式に投資するのではなく、20から30万円は現金で確保しておく。これにより暴落が来てもすぐに生活費が尽きるという不安が減り、投資を続けやすくなります。また暴落時にその現金を買い増し資金として使えるため、精神的にも有利に働きます。自動積み立てで考えない仕組みを作る。2つ目は、証券会社の自動積み立て設定を利用することです。積み立て NISA やインデックス投資の魅力は、感情を挟まずに淡々と投資できる点にあります。毎月同じ額を積み立てることで、価格が高い時には少なく、安い時には多く買えるドルコスト平均法が自然に働きます。実際に金融庁の調査では、20年以上積み立てを続けた場合、元本割れの確率はほぼゼロになるというデータもあります。詰まり続ける仕組みを作ってしまえば、心理的ストレスを大きく減らせるのです。守りの資産で分散する。3つ目は株以外の資産も持つこと。例えば金ゴールド、債券、不動産投資信託リートなどです。歴史的に見ても株が暴落するときに金や国債が上昇するケースは多くあります。例えばリーマンショック時、株式市場は半分に下がりましたが、米国債は逆に買われて価格が上昇しました。このように複数の資産を持っておけば、株が下がってもポートフォリオ全体のダメージを抑えられます。これらの方法は売らない積み立てを続けるという王道戦略を補強する役割を果たします。不安を完全に消すことはできなくても、暴落が来ても準備はできているという安心感が投資を続ける力になります。ここであなたに質問です。コメントで教えてください。あなたなら暴落に備えてどの策を選びますか？キャッシュを厚く持つ、積み立てを続ける、他の資産で分散する。次に今回の学びを整理し、長期投資で成功するための要点をまとめていきます。
ここまで暴落時に投資家が取るべき行動とその背景にある心理やデータを解説してきました。改めて整理すると、学ぶべきポイントは3つです。暴落は必ず起きる。株式市場の歴史を振り返れば、数年ごとに必ず大きな下落があります。リーマンショックやコロナショックだけでなく、IT バブル崩壊や震災など、原因は毎回違います。しかし長期で見れば市場は常に回復してきました。つまり暴落は想定外の出来事ではなく、想定内の出来事と考えるべきです。感情で動くと損失が拡大する。人間は損失回避バイアスの影響でこれ以上損をしたくないと焦って売却しがちです。しかし歴史的に見ても、その行動が大きな後悔を生んでいます。むしろ何もしない、あるいは積み立てを継続することで長期的には資産を増やすことができるのです。占い積み立てるが長期で有効。積み立て NISA やインデックス投資といった仕組みを活用し、感情を排除した自動積み立てを行うこと、これが結局、初心者から中級者までに共通する最適解です。さらにキャッシュ比率や守りの資産を持つことで、不安を和らげながら投資を続けられます。要するに、暴落を恐れるのではなくいずれ来るものと受け止め、淡々と続けることが勝者への道。これこそが9割が知らない暴落時の正しい行動なのです。ここまでご視聴いただきありがとうございます。最後に改めてあなたに問いかけたいと思います。もし次に大きな暴落が来たら、あなたはどうしますか？コメント欄で教えてください。売る。何もしない。買います。あなたの答えがこれから投資を始める人や同じ不安を抱える仲間の参考になります。ぜひ気軽にシェアしてください。今回の学びを一言でまとめると、暴落は避けられない。でも、その時どう行動するかで未来は変わる。ということです。このチャンネルでは、投資初心者から中級者まで役立つ感情に振り回されない投資戦略を解説しています。高評価とチャンネル登録をしていただき、次回もお見逃しなく。